なんで一緒に逃げた？さあな、理由が必要か？お前面白そうだし。これからどこへ行くんだ？楽園だ。ここには月の光がない。キバはとにかく無口なんですよ。多くを語らないというか、何を考えているのかわからないというか、何事にも動じない。それは別に強いっていうわけじゃないと思うんですよね。本当は自分の中に不安定さを持ってるような、そんなキャラだと思います。もう一番初めの1話の時の頭のナレーションですかね。楽園なんてきっとどこにもありはしない。世界の果てには何もないんだ。あれが全然できなくて何回もやり直しちゃったんですけど、それでいきなり、とちってしまって、あの時はすごく緊張してた？緊張してましたね。そういう風に見えないよね。なんかね、いつも堂々とやってるよね。いや、テストの時の第一声、単がめっちゃ絡んじゃってガラガラガラとか言った声になったのを覚えてるんですけど、そういうのもあったりしてすごい緊張しましたけどね。お前は何も分かっちゃいない。この町で生きてく手段もヤバさも何も。行けよ、自分一人でやってみろよ。行けよ。爪はですね、この見ていただいたら分かると思うんですけれども、もう風貌からしてすごいですよね。この破れたレザーで喋る言葉もきついなっていう、常にいつもこう牙をけなして遠吠えをへってやってひげはあんまり相手にしてないのかななんか、そんな感じなんですけども、本当は実は4人の中では一番ナイーブで気の弱いやつだなと僕は思って、親のような気持ちで親のような気持ちで温かく見守りながら、作ってっています。1話が本当苦労しまして、僕はやっぱりこの彼と初めて対峙したところ、利用してるだけさ。腐ったルールだ。誇りを捨ててそうまでして生きる意味があるのか。偉そうに言うなよ、死に損ない。あのシーンでのお芝居がなかなかこうまく噛み合わなくって、本当にそれは苦労した思い出がありますね。なるほどね。俺、遠吠えさっきはありがとう。俺もさ、今まで人間と暮らしてたけど。さっさと行けよ。イラつくんだよ、お前みたいなとろいやつがいると。俺、一緒に行っちゃダメかな。遠吠えをやらせてもらうにあたってはちょっと初めはこのやっぱビジュアルの印象というかね、言ってることとかも幼いというのだけ押してきたんですけども、意外とこれ他の3匹の時に緩衝材になったりとか接着剤になったりとか潤滑油になったりとかしてる部分もあるんで、本当に時に息子のような気分でいさせてもらってる感じですね。そうですね、本当に若林さんには非常に気長に回していただいて申し訳ないやら恥ずかしいやら頑張りますって感じなんですけども、本当に早く一発でね、遠吠えくんが出てくるようにしたいです。すいません、ちょっと掃除の道具を探してたら迷っちゃって。清掃部か。ならそこのドアを出て右側だ。そうっすか。どうも。このシリアスな作品の中でちょっとこうほっとした笑いを提供するというかね、そういうところに徹してですね何その変な笑いはですね、演じていてとっても楽しいですね。本当にメンバーもこうですから、とっても楽しくやらせていただいております。はい、なんかのびのびやらせてもらってるっていう感じ、温かい目で見守られてる感じが、僕は逆にこの3人と一緒なのがすごく新鮮で、すごく影響を受けてますね。なんかはい、いや何を言ってるんですか。いやちょっとってそんな感じなんですが、はい。ねえ、これからどうする？いっそしばらくコールさんにお世話になるか。何か食い物調達してこい、自分でな。俺がかよ。行ってきます。
俺も薬草もっと取ってくる。いつもアフレコの時は僕はスーツでこう普段のこのナチュラルな感じで今日も来たんですけど今日皆さんスーツで来られると思ってぶっちゃけた。でねえ、ねえ、そしたら蓋を開けてみたら僕らだけみたいなこれははめられたぞみたいな。いやとにかくそう僕らが言いたかったのはこうスーツを着るぐらいピリッといつもやってますよ、引き締まった気持ちでやってますよっていうのを。すごい手間のかかったすごいいい作品だと思います。この作品に関われたことをすごく光栄に思います。ぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。このウルフズ・レインっていう作品のそのストーリー自体がやっぱりこの楽園を求める、旅っていうのが中心のテーマであったりその、話であったりするんですけど、そのなんか人生っていうのもまたそれを旅と例えるとやっぱりこう生きていくのもまた一つの旅なんじゃないかなって僕思う気がするんですね。だからウルフズ・レインをご覧になってる皆さんもなんかそういう一緒に僕らも含めてウルフズ・レインに出てるキャラクターたちと旅をするような気持ちで見ていただければなと思っております。そういうこと言えばよかったな。今ですね、用意していたコメントをまるっきりかぶられまして、いやでもぜひ皆さんも一緒にウルフズ・レインの、作品で楽園を目指しましょう。そんな感じで頑張ります。はい、そうなんです。もう全部言っていただいたので、もう本当に僕らは頑張るだけですね。なのでどうかよろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうかよろしくお願いします。どうかお話の流れとしてはシールわかる？わかりました。分かったらちょっと言った通りになってるなと思ってます。最終的にたどり着く楽園はシール。海にも行くってことですか？そういう次元じゃない。すいません。狼は奴らはお前の敵だ。どこかで息を潜めてる。悪魔の臭い息を吐きながらな。クエント役をやっております石塚雲翔でございます。アル中です。私自身はアル中じゃないです。ちょっとクエントっていうのは異常なテンションがあるっていうか、なんかこう過去に何かがあってそれを引きずりつつ生きてる。アル中になったのもきっと過去に何かあったからなんかこう持ちながら生きてるやつなんで、かなりテンションが高いところから入りました。今までとはちょっと声の出し方が違うような喋り方をして、監督からそれで良いですというのをいただいたんでやっております、今の形で。狼4人たちっていうか4匹たちっていうのはやっぱりビジュアル的に見てもかっこいいし、そのやってる声優っていうんですか、声をやってる連中たちもかなり考えて芝居やってるし、それはすごく面白いんじゃないかな。あとビジュアル的なものとか、あと音楽的なものなんか言えばこれはもう完璧だと思うんで、その辺は楽しみつつ話としてどういう展開になっていくかっていうところがもう一つの見どころだと思うんですけどね。僕はそこの横にいるだけの話なんで、興味があったらなんとなく見ててください。クエントのおじさんはこんなことやってるのかなっていうぐらいにちょこちょこ。でも4人の狼たちの方が、バランスといい面白いと思いますよ。楽園で会おう。会えたらな。ダルシアを演じています、黒田孝也と申します。本格的なアニメのレギュラーみたいな主要人物的なレギュラーは本当に初めてで、アニメとかほとんどやったことがないんですけども、今回こういう作品に、参加できてすごく楽しく思って嬉しく思ってます。難しいんですよ、謎の男で。で今日で3週目なんですけども、僕も一生懸命テレビ見てるんですけど今オンエアをなかなか分からなくて、とにかくイメージはガクトのイメージを今ちょっと勝手に持って
やってるんですけど、まあきっとそうはなってないんじゃないかとは思いますけどなんとなくガクトをイメージしてますね。感情がどうしても出そうになってしまうのを抑える、だけどちょっと出してほしいみたいな、そこの 10% 出してほしいとか 20% 出してほしいとかがなかなか苦労しているところですね。僕も皆さんと一緒で、家で夜中ウルフズ・レインを見ていました。きっとこれからもどんどん面白い作品になっていくと思うので、ずっと応援しててください。バカ言ってないで、これをラボに運んで。後でやらせるよ。俺は苦手なんだ。犬アレルギーでね。だから合わないのね、私たち。学者さんですごくかっこいい人っていうふうに言われてて、でこう旦那さん、すごく自分を愛してくれてる旦那さんがいるのに、その人を置いてまで研究に没頭するっていうふうな話だけを聞いてたんですけど、なんでそんなふうにしてまで研究に没頭するんだろうっていうところがまず疑問の一つだったんですね。でまあそれをお話を追っかけながら分かっていったらいいなと思っていて、だんだんとこう少しずつ近くなってきたかな、だといいなというような状態に今なってきてますね。旦那さんがこういろいろ言い寄ってくれるんですけど、もう鬱陶しいわねっていうそのシーンがやっぱり本当に鬱陶しいわけではないけど、でもやっぱり鬱陶しいっていうその加減が難しいなって思いました。これから、シェールはどんどん狼にのめり込んでいきます。皆さんも一緒にウルフズ・レインの世界に、のめり込んでいっていただければとっても嬉しいです。これからもずっと見続けてください。よろしくお願いします。すぐに退院できるんだろう。会期祝いにご馳走するよ。もうすぐ記念日だし。結婚したのは夏よ。それにもう。だから離婚記念日。ハブ役の宮本充です。趣味は、野球とテニスと、麻雀と囲碁です。別れた女房がまだ未練があって好きで、とてもいい人が人間側の無力な人間、無力というか人間側を代表するような、他のシェールとかクエントと違って一番普通の人っていうイメージがありますね。全然わからないんです、でも今わかんない方が楽しみなんですけどね。毎回台本もらっておーっていうのがあるでしょうからね。これから戻りたいと思ってるだけで多分戻らないと思うんですなんか戻りそうな感じしないな。戻れれば最終回に一番最後のシーン、ラストシーンはハブとシェールだったらいいな、そんなことありえないですよねこれからどうなるのか、もちろん僕も全然分かってませんし、噂によると、スタッフも全然分かってないということで、もちろん皆さんも、これからどうなるのか、楽しみにしてらっしゃると思います。みんなで楽しみにしましょう。ハブはこれからもうどんどん出てくるはずですので、期待してください。チェザ役の小笠原有沙です。こういう風にアニメをずっとやるっていうのは本当に初めてで、まだまだ本当に不慣れなところがあるのですが、今後頑張っていきたいと思います。わけが分からなかったですね。いろいろ考えてはきたんですけど、なんかやってるうちにどんどん分かんなくなってきてしまって、結局分かんなかったです頭の中にある素材を使ってもすごいわからないところが多くて、まだまだ本当に今日も第1回目で言葉を発して全然まだまだ本当にわからないですね。私も本当まだまだ出てないので先のことが全然わからないんですけど、すごい楽しみなんで皆さんもすごい楽しみにしててください。ウルフズレイン応援してください何今のお前今良かったのかなと思って。もう一回言っとく？せーのでいこうか。
せーの、ウルフズレイン応援してください。いいじゃないか。